皆さん、こんにちは。もうそろそろ2024年が終わってしまいますよ。いやー、早かったな。皆さんにとって2024年はどんな一年でしたか？私は年を取るほどに一年が早く感じているような気がします。そんな今日は日本での年末年始の過ごし方をご紹介しようと思います。年末年始ってわかりますか？漢字でね、書くとわかりやすいんですが、年末、年の末って書きます。つまり年の終わりですね。年始は年の始まりと書きます。これを合わせて年末年始と呼びます。年の終わりと年の始まり、合わせた言い方ですね。日本ではね、年末年始ってとっても大きなイベントです。多分ね、日本では一番大きなイベントだと思います。私にね、とっても年末年始はとっても大切なイベントで、毎年すごく楽しみにしています。今回のね、年末年始のお話には、たくさんの特別な単語が出てきます。日本人にとってはね、とっても大切な単語なんですが、皆さんにとってはもしかしたらちょっと難しいかもしれないので、頑張ってついてきてくれると嬉しいです。はい。まずね、日本の多くの社会人は年末年始になるとお仕事がお休みになります。だからね、年末が近くなると、年末年始はどう過ごすんですかっていう会話をよくします。あとね、その年の最後に会う人には特別な挨拶をします。これはね、良いお年をと言います。良いお年をです。良いお年を、これは良いお年をお迎えくださいっていう一つの文章をちっちゃくして挨拶にしたものです。つまりね、今年が終わるまでにやるべきことを終わらせて、良い新年、新しい年を迎えてくださいねっていう気持ちを込めた挨拶ですね。はい。年末年始のね、過ごし方は人それぞれ違いますが、伝統的には家族でみんなで集まって一緒に時間を過ごすことが多いです。年末とね、年始にはそれぞれやることがあるのでご紹介します。まず、年末にやることは年越しですね。これを基本的には家族とすることが多いです。年越しっていうのは年を越すことですね。この名詞が年越しです。若者とかだとみんなでパーティーをしながら年越しをすることもありますが、伝統的には家族で年越しをします。でね、年越しをするためには年越しそばを食べます。年越しそばっていうのはお蕎麦です。普通のお蕎麦なんですが、お蕎麦って長いですよね。長い麺です。だから長く生きられますように、ずっと幸せでいられますようにっていうふうに願うために食べます。これを食べるのは年越しをする日、つまり12月31日ですね。12月31日のことを日本では大晦日と言います。大晦日です。大晦日にはお寺では鐘が108回ボーンボーンって鳴らされるんですね。これを除夜の鐘と言います。はい、たくさん単語が出てきています。頑張ってください。このね、除夜の鐘を108回鳴らす理由としては、仏教の考え方に関わっています。仏教ではね、人間には108個の煩悩があるって言われています。
煩悩っていうのは人の心とか体を悩ませるもののことです。煩悩。だから108回鐘を鳴らすことで煩悩を消し去りましょう。そして来年は煩悩のない幸せな一年にしましょう。こういう願いが込められています。それからね、大晦日にはすることがあります。それはテレビを見ることです。大晦日には大晦日にしか放送しない番組がいくつかやってます。例えば一番有名なものだと紅白歌合戦っていう歌番組です。日本人のね、歌手がいっぱい集まって、男の人たちが白組、女の人たちが赤組っていう紅白のチームに分かれて歌を歌って競います。まあね、これはどっちが勝ってもいいんですけど、生放送なのでみんな一緒に年越しをしましょうって言って同じ番組を見るっていうのがすごく楽しいです。他にも日本の男性アイドルグループのジャニーズがコンサートをしたりとか、人気のね、お笑い番組がその日だけの放送をしたりとかして、みんな好きな番組を見て過ごします。それで年越しをするときは生放送の番組を見て、みんなで年越しのカウントダウンをします。そうやって新年を迎えます。はい。新年を迎えたら挨拶があります。皆さん知ってますか？それは、明けましておめでとうございますです。これは無事に新しい年になってよかったですねっていう意味が込められています。まあね、英語で言うと、ハッピーニューイヤーですね。だから今年もよろしくお願いしますって添えてあげてください。で、ここからは年始、年の始まりにやることについてご紹介します。ちょっとね、動画が長くなりすぎちゃうと思うので、今回の動画は一旦これで終わりにします。年始の話が聞きたいよっていう方は、ぜひ次の動画も合わせてみてください。ということで、今回の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。